こんにちは、みどりです。皆様お元気でお過ごしでしょうか？今回は悩みについて少し考えてみたいと思います。私たちは日々の生活の中でいろいろなことで悩みますよね。人間関係のこと、仕事のこと、自分の性格のこと、体のことなどなど、悩みには様々な悩みがありますから、すべてに共通する解決方法があるわけではないと思います。ただ、あることに気づくだけで、それまで抱えていた悩みが少し軽くなることもあるんです。それは何かというと、私は本当にこれを問題だと思う必要があるのだろうかと考えてみることです。実は私たちの悩みの中には、その出来事そのものよりも、これは問題だと思っていることによって苦しくなってしまうものがあります。もちろん本当に大きな問題が起きている場合もあります。生活に深刻な影響が出ていたり、体や心に大きな苦痛があったりする場合にまで、問題ではないと思えばいいという話ではありません。でも一方で、自分の見方や捉え方を変えることで、問題ではなくなることもあるんです。今回はそんな話をしたいと思います。例えば、私たち夫婦が日本へ行った時のことです。私の叔母が夫の頭を見て、いろいろとアドバイスをしてくれました。夫はいわゆるハゲ頭なんです。叔母は、この発毛剤すごく効くらしいよ。使ってみたらという感じで、夫のためを思って、いろいろな方法を勧めてくれました。叔母にとっては、夫のハゲ頭は何とかした方がいい問題だったわけです。ところが、肝心の夫本人は全く気にしていません。悩んでもいませんし、むしろ自分の特徴の一つとして普通に受け入れています。私自身も夫に髪があるかないかなんて全く問題にしていません。つまり、夫にとっては髪が薄いという事実はあっても、髪が薄いことが問題だとは思っていないんです。だからそこに悩みも生まれません。もし夫が髪が薄い自分は嫌だ、もっと髪があったらいいのにと思っていたら、同じ状態でも悩みになるでしょう。でも本人が問題だと思っていないので、何も問題は起きていないんです。本人が何とも思っていないことを周りの人が一生懸命問題にしている。私はそれを見ていてちょっと面白いなと思いました。そしてこれは私自身にも当てはまることがあります。私は昔からかなりトイレが近いです。一日のうちに何回トイレに行くのか自分でもわからないぐらいです。90分間トイレへ行かなければ私にとってはかなり長い方です。時には1時間に2回3回と行くこともあります。日本に住んでいた頃はこのことで随分悩んでました。家族で旅行に行っても途中で何度もトイレへ行きたくなる。その度に父親から叱られていました。だからトイレに行ってはいけない。
我慢しなければいけないと自分で自分にプレッシャーをかけるようになったんです。不思議なことにトイレへ行ってはいけないと思えば思うほど余計トイレに行きたくなります。何度も医師に診てもらいました。でも体には特に異常はありませんと言われるばかりでした。体に異常がないのなら一体どうすればいいのだろう。治す方法はないのだろうか。そんな風に考えて深く悩んだ時期もありました。それから30年以上経ちました。では今はどうなったのか。実は今でも頻尿は治っていません。相変わらずトイレにはよく行きます。でも今は全く悩んでいないんです。なぜかというと考え方が変わったからです。今の私はトイレに行きたくなったら行けばいいじゃないと思っています。それだけです。行きたくなったら行く。我慢しなくてもいい。何回行っても構わない。そう思えるようになったら不思議なぐらい気持ちが楽になりました。夫も私が何度トイレに行こうが何も言いません。それどころか外出するときには清潔な公衆トイレがどこにあるのか事前に調べてくれることさえあります。ですから今では昔の私はどうしてあんなに頻尿で悩んでいたのだろうと思うほどです。もちろん頻尿そのものは今も変わっていません。でも私の中では問題ではなくなりました。考えてみると、昔の私を苦しめていたのは頻尿そのものだけではなかったんです。それ以上にこんなにトイレが近いのはおかしい。直さなければいけない。人に迷惑をかけてはいけないと自分で問題視していたことが私を苦しめていたのだと思います。状態は今も同じです。でも問題だと思わなくなった。すると悩みもなくなりました。今は何の問題もなく気楽に生活しています。ここがとても面白いところだと思います。昔は同じ頻尿でとても悩んでいました。今も頻尿なのに悩んでいません。変わったのは症状ではありません。私の受け止め方です。もちろんすべての悩みにこの考え方が使えるわけではありません。実際に何かを改善したり、誰かに相談したり、専門家の助けを借りたりした方が良い問題もあります。でも、私たちが抱えている悩みの中には、それを問題だと思わなくなった瞬間に、悩みではなくなるものも確かにあります。だから、今何かに悩んでいる人は、一度こんな風に考えてみてほしいです。私は何に困ってるんだろう。その出来事そのものに困っているのかな？それとも、こうでなければいけないと思っているから苦しいのかな？これは本当に解決しなければいけない問題なのかなと自分に問いかけてみてください。悩んでいる本人にとって悩みはもちろん深刻です。だから無理に大したことではないと思う必要はありません。ただ、なぜ私はこれをこんなに深刻な問題だと思っているのだろうと一度冷静に見つめてみることはできます。すると、よく考えたらそれほど問題ではなかったかもしれないということもあるでしょう。
私はこうでなければならないと思い込んでいただけかもしれないと気づくこともあります。もし考え方や捉え方を変えることで問題ではなくなったり、その問題が少し軽くなるのなら、そちらの方がいいと思いませんか？もしかすると私たちを苦しめているのは問題そのものというよりも、これは問題であるという自分自身の考えなのかもしれません。今あなたが抱えている悩みの中にも、これは本当に問題なのかなと問い直してみることで、悩みが軽くなるかもしれません。ということで今回は悩みについて少し考えてみました。もちろん悩みの中には深刻なものもありますので、一概には言えませんが、よく考えたら、今まで自分が思っていたほど、実は問題ではなかったかもしれない、と思えるようなこともあると思います。なので、一度自分自身に、その問題は本当に問題視しなければならないものなのかと問いかけてみてください。もしかしたらそうではないかもしれません。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。これからも時々心理学の学びをシェアします。応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。